よいしょっと、マーベルレジェンドの勢いが止まらない85周年記念からゴーストライダーバイクセットの紹介です。2代目ですね。2代目のゴーストライダーダニエル・ケッチ、久々に乗り物セット系購入します。ゴーストライダーはバイクありきなのでこれで1体というところかな。では開けていくぜ。よし、デカブツはね、いつまで経ってもいいですよね。よし、どんな感じでしょうか。デカブツはこの所有感がたまらない。そしてこの重量感、なんて言うんですか、緊張感。顔かっこいいな。すげえすげえすげえ。よし、ヘルサイクルはどうだ。おっしゃ。では中身の方すべて取り出していきたいと思います。さっきも言ったんですけど、今回のゴーストライダーは2代目なんですね。初代のゴーストライダーは同じくマーベルレジェンドのバイクセットを引っ張ってくるとこちらで、こちらが初代のゴーストライダー、名前をジョニー・ブレイズ、刑事ニコラス主演で実写化もされましたよね。でゴーストライダー本体を並べてみるとこうで、分かる人が見れば分かるんですけど、どっちがどっちなんだっていう話なんですが、大きな相違点の一つとしてバイクヘルサイクルにありますね。その辺少し見てみましょう。こちらの初代のジョニーのヘルサイクルはいわゆるクルーザータイプで、このバイク他のマーベルレジェンドでも流用されていて、ウルヴァリンやパニッシャーのバイクセットに使われていましたね。でそれらと差別化するためにヘルサイクル化したこの変形したカウルとか、あと炎のエフェクトパーツがこちらには付属していました。そして今回の2代目ゴーストライダーダンのヘルサイクルはスーパースポーツ系かな。個人的にはこちらの方が好みですね。ネイキッドやストリートファイターとかね。カラーは全体的に黒の成型色なんですけど、これがダークヒーロー感あってめっちゃかっこいい。このフロントおよびレアのフォーク部分、ここはシルバーの成型色なんですけど、安っぽさは全然ありませんね。そしてこの大きいカウル部分、傷が造形されていて、でここね、ガチャコンって降りるんですね。ここ原作で何かに体当たりするときガチャって降りるんですけども、それを再現しているんですけど、これは単純なんだけど最高のギミック。もう一丁別のジョニーのヘルサイクルと比較。こちらは先に言ったニコラス・ケイジ主演で実写映画化された時に発売されたヘルサイクル、それと比べてみるとこのような感じで、映画公開当時ゴーストライダーに力入れていたのか、いろんなフィギュアが発売されまして、これはそのうちの一つで、ちょっと話それますけども、こちらの肝心の映画の方はと言いますと、ピーター・フォンダが出演している時点で個人的には100点満点なんですが、内容的には微妙だったんですけど、俺最近これネットフリックスで見直したんですけど、これが結構面白くて、ニコラス・ケイジの怪演や怪物の怪ね、で何よりね、ぶっちぎりにドエロすぎるヒロインのエヴァ・メンデス、もうねエヴァ・メンデスに釘付けでしたね。すいません、ちょっと話それましたけども、そしてこちらはトイビズマーベルレジェンドのダニエル・ケッチのヘルサイクルで、申し訳ないんですけど、これ俺遊びすぎてハンドル部分紛失してしまって、ゴーストライダー本体に至っては遊び倒して破損し処分してしまったんで、本体との比較はできませんけども、ヘルサイクル同士を並べてみるとこんな感じで、見てわかる通りトイビズ製出来めちゃくちゃいいんですけど、小さいんですよね。これは迫力不足は否めないんですけども、今回のやつは大きく作られているんでその心配はない。
メーター部分すごく小さいんですけどしっかりプリントされていて、左からタコ、スピード、燃料かな。数字の後ろには炎のバックライトもプリントされています。で、ここ、光るガスキャップ。主人公のダンはとある集団に襲われてスクラップ工場へと逃げ込むんですけど、そこで新品のバイクが捨ててあるのを見つける。そのバイクのガスキャップが光っていて、それに触れてしまってゴーストライダーへと変身する。ここコミックでも黄色かったんで、これは原作通りですね。付属パーツ見ていこう。まず手首は開いている左手と握っている右手と、ゴーストライダーおなじみの分動付きヘルファイアが宿ったチェーンですね。ここからクリアパーツになっているのかな。これめちゃくちゃかっこいいんですよね。そして炎のエフェクトパーツが3種類で、このようにタイヤにかませてあげると雰囲気が爆上がりですね。で、こちらのエフェクトパーツはと言いますと、車両の下に穴が開いていますので、すいません、ちょっと言い忘れましたけど、このステップもね、穴2箇所開いていて、どちらにも好みで刺すことができます。で、このようにエフェクトパーツをつけてあげると、片輪走行を再現できるという、しかもね、スタンドの役割も果たすという超優れもの。段を乗せてみるとこんな感じでやっば、鳥肌立つぐらいかっこいいなこれ。基本自分はフィギュア飾る派ではないのですが、これはこうやって飾りたいな。ゴーストライダー本体を見てみよう。頭部以外は全て新素体と思われる。キャラクターデザイン上流用が利くものではないので自然専用素体になるのかな。各部にスパイクを装備していて、ダンの気弱で優しい性格とは正反対のいかついものになっている。ベルトやこのブーツについているスパイクは別パーツですね。めっちゃかっこいい。かっこいいんですけどちょっと小さいか。ここで早めのサイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョンスパイディと並べてもこの身長差。またジョニーと並べてみるとこんな感じで、やはりダンの方が少し小さいですね。ですけどもこの2人実の兄弟で、ダンの方が弟ではあるので、その点考慮いたさばこの身長差もありなんですがね、個人的にはもう少し大きくしてほしかった。さっきも言ったんですけど、頭部は過去のものの流用だと思われますね。細かく見ていたんですけど、塗装以外は大きな相違点は見られませんでした。そんな頭部、瞳の方が追加塗装されていて、この渦巻いた感じ、これはあれかな、ゴーストライダーの必殺技ペナンスステアを再現したものになるのか。この瞳を見た者は自分が過去に犯してきた罪に対し罪悪感を感じ、それがそのまま精神的ダメージとして降りかかるという凄まじいもの。魂持つ者に対してチート級の必殺技と言われてきたんですが、罪悪感を全く持たないパニッシャーに効かないのは笑いましたね。可動範囲、まずは頭部、上はここまでで、下へはここで、ぐるりと一周はできなくはないですけど、この顎が干渉してやりすぎるとこの顎外れますね。傾きはこれぐらい取れて、肩バタフライ機構はありませんね。水平はここまでで、ぐるりと回って二の腕あって、肘がここまでいけて、リストスパイクでの可動はなしですね。手首はこんな感じで、胴体は胸と腰ですね。後ろへはここまでで、前はこうでぐるりと一周回れる。で、股関節に引き出し機構が少しありますね。前はここまでで、後ろへはここまでかな。で、股割りできて、ももにロールあって、膝がここまでいけて、ブーツでロールありますね。足首後ろへはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先可動はなし。
はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。